こんにちは。TTS の川本です。この動画は精密工学会の2023年春大会で講演した際の研究発表になります。弊社で販売しているレーザートラッカーと iPhone ライダーを併用することで、高精度な 3D 形状にテクスチャーをつける技術の紹介になります。学会発表ですので、少し専門的で難しい内容も多くなってしまっています。同時に公開させていただいているメタバースの人第6弾では、この研究をダイジェスト版でお話ししています。そちらも合わせてご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。東京貿易テクノシステムの川本と申します。レーザートラッカーとスマートフォンを併用した 3D 応用例について紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。こちらは弊社が販売しておりますライカ社のレーザートラッカーになります。近年建築業界のお客様から非常に高い評価をいただいております。建築 DX は国家施策にもなりますけれども、建築現場で 3D データを活用することが労働人口の減少といった社会的課題に対峙する一つの方法になろうかと考えています。しかしここで 3D データというものにもやはり一定の専門性が伴います。こちらに示しているのは静岡県が公開している道路の測定データになります。上側に示している色のない点群では何が映っているかわかりません。しかし下側に示しているように色をつけることによって途端にわかりやすくなります。3D データに何味のない方にとってもわかりやすいデータになったかと思います。このように見やすく直感的なデータというものをクラウドやメタバースで共有し、VR ゴーグル等を用いて閲覧することによって今までにはなかった外観検査が可能になろうかと期待しております。3D データに色をつける方法は2つあります。一つは個々の点群やメッシュに RGB をつける方法です。この方法は非常に簡単でわかりやすいですが、拡大して見てみると明らかなように、点と点の間には色情報がなくスカスカな状態になっています。このため物体表面の正確な外観を表現することはできなくなります。もう一つの方法がテクスチャーを使う方法です。これはアニメやゲームでよく使われる方法で、簡単に申しますと、メッシュに画像を貼り付けます。色情報を表現する空間分解能が高くなることから、とても綺麗で詳細な外観を表現することができます。こうした新しい技術を計測分野に適用できないかというのが本研究の興味になります。一般的にレーザートラッカーは特定対象物から数十メートル離れて使用します。大きな視覚を伴うため、対象物の周囲全体をくまなく計測しようとすると、測定箇所を何度も変える必要があり、とても大変です。用途によりますが、そうした測定側を頑張るよりも、ソフトウェアを使った後処理を工夫するということも有効です。穴が開いてしまったり、欠落してしまったり、ボコボコになってしまった部分をソフトウェアで補填するということによって、簡単に、そして結果的には綺麗にモデルを作れるという場合も多いです。しかしここで、形状は比較的簡単に補填できますが、テクスチャーについては補填が効きません。この理由から、テクスチャーを取得するためのカメラをレーザートラッカーそのものにつけるということは必ずしも得策ではないと考えます。もっと小回りの利くデバイスを使って別途計測し、後付けするということが望ましいです。そこで注目したのが iPhone です。iPhone に搭載されているライダーは別機器を使ってカメラの位置を追尾する必要がありません。iPhone 単独で対象物の周りを歩き回って計測することができます。しかし点群精度は低いです。このため本研究ではレーザートラッカーと iPhone それぞれで対象物を計測し、
それらを合成する方法を試しました。本研究で使用したのはライカ社の ATS600 です。これを使って弊社の厚木営業所を測りました。取得した点群は市販のソフトを使ってポリゴンに変換いたしました。また同じ場所を iPhone 12と LAN 社の 3D スキャナーアップを使って計測いたしました。形状についてはレーザートラッカーを、テクスチャーについては iPhone を採用してまいります。前のスライドで紹介した 3D スキャナーアップは、テクスチャーマッピングまでを済ませたメッシュデータを出力してくれます。しかし本研究ではこれは使えません。使ったのは元データとなる JPEG 画像と外部パラメータになります。まず、レーザートラッカーから得られたメッシュと iPhone から得られたメッシュはそれぞれ別々の座標系になっておりますので、ベストフィットをすることによって位置合わせをします。位置合わせで得られたマトリックスを外部パラメータにかけることによって、JPEG 画像をレーザートラッカー側のメッシュに貼り付けられるようになります。ここで iPhone から得られた JPEG 画像は、このようにオーバーラップを多く含んだものになっていました。このため個々のメッシュについて、どの画像が適切かということを選定していく必要がございました。本研究では撮像の面直などを使った独自のアルゴリズムを開発し、これを実現しています。作成したモデルになります。モジュラ社のクラウドサービス、モジュラハブズの中でモデルを構築し、メタクエスト2を使って閲覧しています。先ほどのスライドにあった玄関部分になります。さらにはエレベーターの入り口と階が廊下になります。こうしたドアや窓のように形状があって凹んでいる場所でテクスチャーがずれると非常に目立って格好が悪くなります。こうしたズレをいかに減らすかということが本研究の課題でした。今動画でご覧いただいたように、まだまだ粗い箇所がございます。これらの改善について考察いたしました。まず一つ目の問題は、壁や天井がこのように縞模様に見えてしまう現象です。これはテクスチャー画像が切り替わる位置で起きています。同じ場所なんですけれども、iPhone がオートエクスポージャーで1枚ごとに最適化して写真を撮っているために、色味にばらつきが生じ、こうした見た目になっています。改善するためにはカメラをコントロールする必要があります。ですが現状のままでも、例えばテクスチャー画像のコントラストを下げるということによってだいぶマシになります。こちらに示した例ではテクスチャー画像のコントラストを下げ、さらに照明を CG レンダリングで作っています。これによりリアルの照明の影響を殺すということをしています。本研究の趣旨からすると少し本末転倒になりますが、CG においてはリアルなテクスチャーを持ち込むということが必ずしも正解とは限りません。CG レンダリングで作ってしまった方が楽に、そして綺麗にモデルを作れるということも多くございます。次にテクスチャーズレの問題です。これは iPhone の測定精度の限界から生じています。例えば30メートル程度の廊下を計測した場合、iPhone では約1メートルの誤差が生じました。誤差の出方は不定で再現性がありません。また1回の計測を長くすれば長くするほど誤差が蓄積していきます。ここで iPhone の計測精度を上げるということは難しいですが、iPhone による計測を細かく区分する。そしてその細かい区分ごとにベストフィットをするということによって見た目上のテクスチャーズレを改善することができます。本研究の経緯においては、はじめは10メートル程度の比較的広いエリアで iPhone 計測を行っておりましたが、これを徐々に細かくしていき、最終的には壁ごと、さらには壁についているドアや絵画については、すべて個別で計測し、ベストフィットを行うということによって、テクスチャーズレを小さくしていきました。さらに計測を細かくして、ズレを減らすということもできると思いますが、作業がどんどんと煩雑になってしまいます。このため、実用化ということに向けては、
マッピング結果を随時閲覧しながら必要に応じて適宜、簡単に測り直せるようなアプリケーション開発が必要になろうかと考えています。最後になります。本研究ではレーザートラッカーとスマートフォンに搭載されたライダーを併用し、高精度かつテクスチャー付きの 3D モデル構築を試みました。iPhone 単独ではこのように点群がぐちゃぐちゃになります。レーザートラッカー単独ではこのように色味のないつまらないデータになってしまいます。これらの欠点を補填し合う技術を紹介させていただきました。今回の範囲においては iPhone のアプリについては市販品を使ったため技術的に踏み込めない部分も多くございました。この辺 iOS 開発を得意とするメーカー様にご協力いただき、踏み込んでいけたら面白いと思っています。発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。この動画では精密工学会2023年春大会で講演したレーザートラッカーと iPhone を使ったテクスチャーマッピング手法を紹介させていただきました。少し専門的な内容でしたが、同時に公開しているメタバースの基礎編と合わせて皆様の発想やアイデアにつながれば嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。